話ね。プロ意識な、高いなって。プロ意識高いで言ったらな、やっぱスポーツ選手とかな。スポーツ選手はすごいよな。なあ、じゃあ一番好きなスポーツ選手とかいるの？その一番好きな。俺はもういるんだけどさ、そのあ、そう。一番好きなスポーツ選手で言ったら誰？ちなみに。本田真凜なんだけど。本田真凜ちゃん。うん。マリンちゃんっていうの本田好きな。え、年上やから。ちょっと同じ理由か？もしかして。いやいや、俺は違うよ。俺は本田真凜ちゃんだよ。一番好き。うん。俺やっぱ北島康介かな。なんで？そのじゃあ理由がないとな、ちゃんとその好きなことに。やっぱり。いや、さあ優勝してさ、そのコメント求められて何も言えねえって、そりゃおもろいやろ。そんな人おる？その自分やったらどう？コメント？マイク向けられて、優勝してマイク向けられて、俺がもうやるわ、じゃあ。でやるやん。で、こう来てバーンってやって、一着です。一着、うわーってなってるやん。疲れてるやん。めっちゃ疲れて、で1位取った。今まで努力もフラッシュバックするわ、記憶が。行きました。はい。で、はい。どうですかのコメントを向けられた、マイク向けられて、なんて言う？何も言えね言えへんやん。こんな。何も言えね何も言えねえわ、言なるえへんやん。んかな、やっぱ。いや、そらほんまに全部合わせて何も言えへんかったんやろなって。嬉しさも全部合わさって、そうね、今まで努力とか全部の期間全部を合わして何も言えないって。もうね、芸人ならアウトやと思うでもまあお笑いとしてちょっと思うんですよ。どうですか？何も言えない。けど、何も言えもうない。まあですね。先駆者やから、そら一番最初やからね。ちなみに俺の本田真凜の理由とか聞いたりしますか？いやいや、そう聞くよ。そら聞くやろ。そう好きな、本田真凜の理由は何も言えないけど。いや、あかんやん。何も言えへんかったらとりあえずその優勝してないから。顔が好きっていう本田真凜。そういう好き？全部合わしてんのも好きじゃないの？全部合わせてスポーツ選手全部合わせてそれはそんな。いや、そう分かってる。その好きってラブの方なの？いやいや、ライクの方ライクの方で顔が好き。なの？はいはいはい。まあそれもあるわな。可愛い。可愛いですね。多分俺の1個上くらいかな、確か。はいはいはい。ちょっと可愛いなと思って。細いし。だけ？まあね。まあいやそうっすね。だけでしょ。俺の北そんな島康介どうやねん。いや、本当に好きなの？好きだってその好きやろ。プールしてなかったし、だってその。いや、僕スイミングスクール通ってました。行ってたんだ。だったらわかるよ、その。行ってた。たまにいいんじゃんか、その行ってないのにさ、好きみたいいや、それそれは別にええやろ。な。いるじゃん。野球してなかったのに、大谷好きです。いや、まあまあお前に何の凄さか分かんないってそんなやつな。それ分かるよ、その言ってた身なら分かるよ、それ。いや、それはでも、それはもうしゃあないやろ。だってお前のその本田マリーもそうやろ。フィギュア知らんやん。俺滑れない、まず。滑れへんし、フィギュア知らんやん。トリプルトーループとか分からへんやん。ダブルループな。分からんのに、それもミーハーやで。めちゃくちゃ。でも俺もその顔が好きって理由だから、その好きな理由はで、そういう好きな。だってその大谷好き人間の野球未経験のやつがさ、やっぱ大谷さんプレーとかめちゃくちゃいいんですよね。そいつ腹立つよ、そんなやつ。よりはそのフィギュア何も知らないけど顔が好きです。一緒やん。それ一緒やん。それ腹立つわ。一緒やん。顔が好きなんですか？それ一緒やん。
顔が好きなんですとプレー知らんのにプレーが好きかっこいいんですはもう一緒やからそんな市場やんか市場だよ、いやそんなええのその野球未経験人間はさその、努力とか何にも知らんわけだその難しさとかな、野球のくせにプレイスタイルが好きですとか、あやっぱ二刀流なんでいやいや俺はその知らんからこそ顔が好きです、でも失礼になる野球のプレースタイルは知らんやろ好きですよ分からんよいるでしょ普通バッティングフォームが綺麗なんでとかそんなさバッティングフォーム汚い人おるプロでって思わへんなんかそんななんかいた気するけどな。いや俺なんか嫌やなそれそうやって言うのはちょっと嫌やわ俺がなんかいやいやその知識も全くないし、その歴も浅いけどなんかそう俯瞰で見てさ、そのなんかこの人が一番やと思いますってそう今までの一番見たことないしさ知らんのにそうよう言えんなと思ってそりゃな、あれそうでしょ。まあでも、そう大谷例えば大谷選手はさ、そのもういろんな快挙もうベーブ・ルース以来とか言われてるだってもう明らかに日本一ですよ、その俺でも知ってるぐらいやろ。でもベーブ・ルースがずっと人気やったかってそうでもないやんか。まあそのベーブ・ルース自体は俺その知らんやんか。言葉でしか知らんけど、その俺もそんな知らんよ、けど日本、世界一に近づくにつれてやっぱまあ注目されてきてるわけやんか、他の選手でもね、まあ大谷に限らずな、限らずそうなんか例えば2000安打とかなんかいろんな記録を樹立するたびに、誰々以来とかそうね、歴代何年ぶりとかな50年ぶりとか、そこに近づかへんと騒がれへんやんか、やっぱりそうね。それまでの1位やった人ってその忘れられてるやんか、ずっと、そう何年ぶりで思い出したんだけどさ、毎年台風十何年ぶりとかあるよな、あれ何なんだろうな、14年ぶりの毎年言ってるよ5の、とても毎年とてつもないハリケーンが、毎年十何年ぶりのあれなんか強さみたいな毎年更新してってるからその十何年ぶりを。そうよな。あれおかしいなと思って。だからそのずっと閉店セールしてるとこみたいな感じやんか、言うたら、ずっと閉めますセール閉めるからセールしますで、ずっと続いてるわけやんか、毎年、10年ぶりのなんかですみたいな。でも台風はなつってんだ。それも閉店セールもお客さん呼び込むためにそうやってるし、台風もそれは商売やから。台風も十何年ぶりをつけることによって危険度っていうのを世間の人に知らせめるために。いやそれはもうそうやけど、その別にその言い方なんか人をよりつかせるためみたいな感じですよ。それは台風やからな、その人、物理的には呼び込めるかもしれへんけど、ぐるぐる回ってるからな分からんけど、まあだからまあそうやな、セールみたいなもんやんか、ずっとやってるから、だから台風はね、その台風、まあ今年15前の今11号かなみたいな出てるけど、まあ大阪に、上陸するかどうかの、台風、まあ、結局消えたんかな、確か。それたよな、確かな、なんかそれたか消えたかな、消えたんかな、確か。騒がれてたやつだ。で、そのいやなんか季節風
かな、偏西風かな、なんか分からんけど風に乗ってくんねんな、台風。台風がな。で日本ってその風がすごい流れてるから、いっぱい来やすいねんけど、そのなんか弱いんやったかな、その流れてる風が。ほんでその台風って海の蒸発した水分とかですっごい活発になんねん、どんどんでかくなんねんけど、あ、だから海の方からこう来てるわけだ。発生すんねんけど、その水がないと大きくなれへん、育たへん、台風自体が。だから陸に行ったらこういなくなんねん。へえ、すごい知識。そう、風に乗って行くわけよ。その、風の速さが速ければ速いほどその大きさを維持したまま横断できんねんけど、今回のはその弱くて水ないからなくなって、途中でなくなるんだ。その弱くて水ないからもう減っていくから。でもそれってさ、なんかもっとなんか予想できるくない？天気って、その台風ってまあな、なくなると思いますみたいな。まあなかったもんな、今回な。別になくなると思いますよっていうのはなかったもんな。そのでかい想定のままの図で言ってるじゃろ、ずっとあってなあ予想図なんて見てもらったら分かるけど、最初こんなんやんか。横断するごとにこう円どんどんドワーってでかなっていくやん。ずっと海想定じゃん。そうな予想できると思うねん俺。だって今すごいや、ウェザーニュースな、ウェザーニュース今何十分後に雨降りますって。そっか、そんなに細かいやんか。もう明日の天気も、もう予想できるし、来ますし、日の出日の入りも書いてんねんで。日の出日の入り、もう太陽出てきて太陽沈むの日の出、そうね、5時に、40何分とか、日の入り6時50何分とか書いてんねん。そんなに天気がもう天気予報やけどもうほぼ正解みたいな、90% 超えてるみたいな、もう全部わかるわけよ。中、その台風だけどうなるか分かりませんって、もうなんか多分もう近い将来もう完全に分かると思うねんな。ほんまに動きが分かんないの、その動きとか勢力が分からへんだけで、分かってるけどな、この先どうなるか分からへんだけで、どこに行って最終的に消えるのかとかは絶対もう今後分かると思う。台風分からないとでしょ、だってさ、困るやんね。漁出れませんとかさ、台風のせいで、ほらあれや、今年は、お米が取れへんくなって、台風のせいで、そうで、ほら今ねスーパー、今はもうほとんど売ってると思うけど、前はもうスーパーからお米がなくなって、もうなんや大変や言うて1ヶ月ぐらいかな、もう他のパンやら小麦とかで代用してるとこいっぱいあったかな。そんなさ、やっぱ自然の脅威はすごいやんか。すごいよ。台風だけでもない、あんたんとこはさ、雪とかあるやんか。そう考えたらやっぱり都会の方が便利やなと思うけどな。
なんか田舎に住む人俺よう分からへんな。田舎に住もうかなって思ってる。まあ申し訳ないけどね、正直都会から田舎に行く人はもう分かんない、俺も理解できないだってなあ、その便利悪いのがいいのか知らんけど、だって田舎住んでさ、その沖縄はいとか、まあ田舎っていうか、まあいやあんま俺行ったことないから分かんないけど、沖縄は一回も行ったことない。うんまあ本島那覇市は沖縄の真ん中らへんな、でっかい、一番でかい一番でかいみんな行くとこエトロフ島だ、エエトロフ島みたいなとこかな。いやじゃあ北海道はもう北海道の形で言うとエトロフ島北海道にこうついてるわけ。ついてるけど、いろんな離島が。でもあれって沖縄で例えるとしたらエトロフ島が本島一番大きいやろ。でそう本島は那覇市ね。那覇市は沖縄の一番でっかい都市やん。沖縄でもうで都会だ、もうみんな離島やから島。そっかそっか。だからシティボーイなの、沖縄の中でも。那覇市は沖縄出身ですって言うて、どこなのって聞いて、那覇ですって言ったら、あ、那覇かってなんねん。町の人間がもうみんな知ってるから、ああ那覇なんや。離島、例えば石垣島とか宮古島とかね、あれはそのまあ離島やからちっちゃい島やから、知らんねん。やっぱり知らん、何があんのか。あ、そんなに田舎なの？そう。いやもうでももうみんな知ってるよ。本島にはこうなって。昔は知らなかったから。知らんけど、もうみんな情報あるから、まあ多少知ってんねん。本島に行ったらこれがあるとか。だからなんやろな、ケンタッキーをお土産で買ってくる。そんなに？そうやねん。もうないから。じゃあもうあれだ、宮古とかに北海道でいうスタバだ。そうかな。もうないから。だからないから。そう、那覇市の人らはそう当たり前やけど、離島の人らないから、離島の人って田舎やから、すっごい鍵とか絶対閉めへんねん。ああ、もうね、ご近所さんみたいな感じで誰も泥棒に入らへんから。そっかそっか。もうみんな知ってるから。あ、もう顔見知りとみんな。みんなが家族みんな家族さやから。ああ、でもほぼ吉本だ。そう吉本が分からんけど、ほぼファミリー。ファミリーでそうやね。だから晩ご飯の時とか入ってくんねん。普通に入ってくるらしいのよ。泡盛とか持って。泡盛お酒、日本酒かな、なんか焼酎かな、あんねん。沖縄のお酒な、伝統的な40度ぐらいね。それをみんなロックで飲めはんねん。さすがおちょこで四万十はグワーって飲んで、酒豪ばっかだもんな。むちゃくちゃ酒強いねんて。ほんでなんかな、離島の人だから挨拶するの当たり前やから、本島に行った時に人酔いすんねんて。人混みが多すぎて。いや挨拶するから、おはようって。みんな離島の人らは少ないから数が、歩いてても会う多くて10何人とか、で那覇市はもう観光客も現地の人もおるし、なんなら基地の外人さんもいっぱいおるし、だからこう覗き込んで「おはよう」とか「こんばんは」とか言うけど、多すぎて寄ってまうねんて。そっか、もうそれが普通だからだ。だから田舎って言うてもそんなこと考えたら田舎すぎるな。そう
まあ沖縄だけかもわからん、まあ田舎のイメージそうやけど、鍵が出んとまあまあまあね、田舎すぎるそう系とかあるけど、だからなんか沖縄とかがやっぱその引っ越してすぐ帰ってくるらしいね。その嫌すぎてっていうか、なんかそのストレスかかんねんて、やっぱりちょっと街に出て、やっぱそうなんだ、慣れてるから。ご飯食べてたら急にガチャンってきて、一緒に食べようよみたいなんがやっぱり都会の俺らみたいなもう慣れてなさすぎて、すっごいストレス感じて、そりゃそうだよね。もう戻ってくるらしい。嫌だもんな。もう鍵も閉めるし、な。だからそう考えたら田舎に住むって俺勇気いることやと思うねんな。確かにな。それでも住むって、いや俺はちょっと無理やな。俺はできひんわ。そのまあそうだね、その沖縄のそういうとこは無理だな。俺も一人になりたい時はなりたいし、行ったことないやん。ないから沖縄。そうまあでもいずれいつか行きたいなっていう、そのいやそんな北海道やから出身。泳いでなんで泳いでいくの？泳いで行ってで陸について陸について何も言えないやつやかましいわ。何がやねん。